こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回はこのルールを守ればストレス軽減して楽に生きれるようになるというタイトルでお話しします。今回の話はあるルールを知ってそれをしっかり守ればストレスがだいぶ減り人生をエンジョイできるという話です。心の問題を抱えやすい人やメンタルを病みやすい人に向けた内容です。知っておくといい事実はこの世の中には自分の力でコントロールできることとできないことがあるということです。この事実に基づいて次のルールをしっかり守れば良いことがあります。それは自分がどうにかできることとできないことを明確にしてはっきりと線引きすることです。そしてできない部分に関しては極力スルー。自分がコントロールできることのみ一生懸命専念することです。なぜそうなのでしょうか。自分にはどうしようもないことに時間とエネルギーを費やして頑張ったらどうなるでしょうか。これを考えればその理由がわかります。たまたま一時的でもうまくいくことはあるかもしれません。でもそんなことは稀で、大抵の場合は自分の期待通りにはいきません。ほとんどの場合、自分の思った通りにはならず、あんなに時間や労力を費やして努力したのに、と嘆いてフラストレーションが増すばかりです。めげずにやり続けても、やはり自分の期待には沿いません。短期的にはどうにかなっても、長期間はどうにもならないことが多いです。そんなことをずっと続けているうちに、心が折れてメンタルを病んでしまいます。そうならないためには、残念ですが、自分ではコントロールできないこと、どうにもできないことがあると知って、できないことは諦めた方がいいです。諦めといえばネガティブにも聞こえるでしょう。しかしどうにもならないことに大きな執着をするよりも、それを手放しどうにかできる部分を最大限に生かした方が賢明です。私たちの時間やエネルギーは有限だから、あれもこれもと欲張っても全てをすることはできません。自分ではコントロールできないことはコントロールできる人にお任せします。そして自分がコントロールできることに専念した方が生産的だし建設的です。その方が自分の気分もずっといいです。幸せを感じる時間も長くなるはずです。例えば近々あるイベントを開催予定でそれに向けて準備している場合です。そのイベントは野外で行われるもので、その当日天気が良いことはとても重要なことです。でもその当日のお天気は自分がコントロールできない部分です。天気予報を見て天気が良い日を選んでも必ずしも予報通りの天気にはなりません。今夜がそのイベントだという時、夕方雨雲が空を覆ってきたら雨雲を自分で退治することはできません。お天気そのものは私たちにはコントロールできません。ああだこうだ言って頑張ったところで無理なことは無理です。でも万が一雨が降ったらどのように対処するか、対処方法を十分考えてその準備を同時にすることは私たちにできることです。てるてる坊主を作るのに時間をかけるよりも、もし雨が降ったらこうするという準備に時間をかけた方がよっぽどましです。お天気についてはコントロールできないとわかりやすいです。では次のようなことはどうでしょうか。例えば会社の後輩で生意気なやつがいて、先輩の自分に対しても失礼な態度をとってきます。後輩のくせになんだあいつは、あの後輩が礼儀正しくなるように鍛えてやろうと思うかもしれません。しかし後輩であっても基本的には
他人を自分の思い通りに変えることは不可能です。後輩を鍛えるのに時間や労力を費やして一生懸命しても、後輩が礼儀正しくならなければ自分は失望することでしょう。イライラとして腹立たしくなることでしょう。ずっと親しくしてきた友人でも似たようなことが言えます。自分も相手に好意を持って、相手も自分を気に入ってくれています。長年、親しい間柄でずっとお付き合いしてきました。でも最近、一つのことに対して意見の衝突がありました。相手は自分のことをよく理解してくれています。だから自分が考えるのと同じように相手にも考えてほしいと望んでしまいます。しかしどんなに親しい間柄でも、親友は自分とは別個の人間です。親友にも親友の考え方があります。大抵のことは同意できてもできないことだってあります。自分と同じように考えてほしいと願ったところでそれは無理な話です。親友に対して自分が期待すればするほど裏切られた気持ちが強くなり、がっかりすることになります。血のつながりのある親子の場合はどうでしょうか。親なんだから自分のことを分かってくれるはずだと期待しがちです。でもあいにく親でも自分とは全く違う人間です。親は子供とは違うバックグラウンドがあって、考え方や価値観が異なるのも全然不思議ではありません。いくら親でも自分以外の人間を自分の思い通りにはできません。自分のお腹から出てきた我が子でさえ自分とは別の人間です。子供のことを自分の分身だと思い込んでいる親もいますが、その考えは捨てた方がいいです。なぜなら自分の子供でも自分からは独立した一人の人間だからです。親は子供にはこうなってほしいと望むことがあるでしょう。しかし子供を自分の思い通りに無理にさせることはできません。子供自身が心底親と同じように望むとき以外は、親は自分の都合のいいように子供を従わせることは不可能です。一時的には子供が我慢して親の言いなりになっても、もしそういうことだったら、親子関係はいつかは破綻するでしょう。さもなければ子供は非常に不幸になります。人間関係のトラブルは他人は変えられないことをすっかり忘れてしまい、他人を自分の思い通りにコントロールしようとするから起きることがしばしばです。親なんだから、子供なんだから、親友なんだから、夫婦なんだからと言って、相手に対して自分の望むように過度な期待をします。でもこれは裏切られることも多いです。そして自分は、どうしてそうしてくれないのと文句を言って嘆き悲しみます。血のつながりがあっても、今までずっと親友でいても、永遠の愛を誓い合った夫婦間でも、自分以外の人間は他人だと思った方がいいです。自分以外の人間を自分の思い通りに動かそうとしても、それは無理なことです。自分以外の人間は自分のコントロール下にはありません。自分がコントロールできる範囲ではないと知って、相手に過度な期待をしないことは、精神衛生上非常に役立ちます。時間に関しても自分がコントロールできる時間とそうでない時間とがあります。会社勤めをしていれば勤務時間中は自分の好き勝手はできません。上からの指示に従って動かなければならないこともしばしばです。しかし仕事が終了してオフの時間になれば自分が自由に使える時間です。仕事を終えて帰宅したのにその日職場で起きた嫌なことばかりを頭の中でぐるぐる回して不愉快な気分になり自分の貴重な時間を過ごすのは非常につまらないことです。
勤務中の時間とオフの時間とはっきり線引きをして、自分がコントロールできない時間は諦める。コントロールできるオフの時間は会社でのことは引きずらず、自分にとって有意義なことで楽しい時間を過ごした方がメンタル的にも健全です。今回の話をまとめれば、この世の中には自分がコントロールできることとできないことがあるということ。コントロールできること、できないことの線引きをしっかりすること、そしてできない部分は潔く諦めること。自分がどうにかできる部分に貴重な時間と労力を注いで意義あるものにした方がいいということ。自分以外の人間は自分のコントロール外であること。時間においても自分でコントロールできる時間とそうではない時間とがあること。できない時間は諦めるが、できる時間は有意義に自分のために使うといいということです。このことを意識して実践するだけでも気分的に晴れ晴れして日常生活も楽に過ごせるようになります。ということで今回はこのルールを守ればストレス軽減して楽に生きられるようになるというタイトルでお話ししてみました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。